はーい、ご主人様、ワンタマ男の子 VTuber の犬山玉木です。そしてはい、私は誰でしょう。そう、熊谷拓馬です。はい、ということで熊谷拓馬くん初滑りでございます。初じゃないよ、もう何回か滑ってるから大丈夫それはどうなのそれは自慢できることではないと思うんだけど、そこは初じゃないから大丈夫です。初滑りでは何でもなかったんですね。ではもう何でもないですね。はい、はい、ということで、だいぶおなじみとなってまいりました熊玉街ブラ動画第3弾でございます。映しちゃいけないとこ映してないですね。それ映しちゃいけないところはモザイクがちゃんとモザイク入るんですけども、まあこれどこに向かってるんですかね、熊谷くん。今回は秋葉原秋葉原に参りました。はい。秋葉原自体は何度も車で行ったことありますよね。そうですね。何回か行ってますね、秋葉原には。でもせいぜい 2,3 回じゃないかな。そうですよ、何回かっていうほどではない。めちゃくちゃその10回20回とかでは全然ないんですけども、はい、そして秋葉原に向かってるわけなんですけども、撮影したのがね1月で初詣の時期プラス、違う、初詣の時期はだいぶ過ぎてから行った。初詣の時期プラス、はい、新しいポケモンカードの発売日ということで1月14日ですね。それはもう初詣の時期ではない。初詣時期に行くと混んでるやん。そうっすね、単純にめちゃくちゃ混んでて嫌だなってのもありまして、ちょっとずらしてポケカの発売日だし行くかっていう感じで、そうですね、ポケセンが外れた日ですね。ポケセン入場を僕が LINE でツイッターであげたんですけど、そうなんですよね。ポケモンセンターに入るのがそもそも発売日はね抽選で当たらないと入らないっていうやつなんですよね。っていう感じで仕方がないんでね、ポケセンから締め出しを食らった我々は秋葉原に向かってるわけなんですけども、はい、ポケモンカードの発売日なのでくまくまはなんかセブンイレブンでゲットしたんだよね。僕はそうですね、日付変わって1月14日のだいたい3時か4時ぐらいにコンビニ回りを始めて、そんな深夜に深夜徘徊の老人やん。いやそうですよ、僕チャリで深夜徘徊しました。本当にマジで危なすぎるな。で店員さんに毎回すいませんポケモンカード取り扱ってますかって毎回深夜の店員さんに深夜に来たリフって言ってポケモンカードってここのコンビニは取り扱ってますかねっつってそれを毎回回ってたんですから。やだ、深夜に何やってんの。だってどうしても欲しかったんですもん。ね、はい、それでちょっとなんかパックでゲットしたのもあったよね。そうですね、パックで買えたのと、箱でそのまま売ってくれたところがありましたね。いいですね、はい、でパックで買ったやつはね車内で我慢できずに僕が勝手に剥いたんですけど入山さんがね勝手に開けてたんですよ。でも結構いいの出てた気がする。アルセウス V スターが出ましたね。そうだ、5パックだけ買って、5パックであれやばいよね。あれはねアドでしたね、アルセウス V スターかなり熱かったですね。ポケカ多分分かんない人がねこの動画そうですね注釈を多分動画師さんが入れてくれる気がします。本当ですか。はい、有能なのでちゃんとここに今画像でポンとか多分なんかポンって出てるんじゃないかなと思います。はい、でこの映像なんですけどもこれ神田橋で降りられるかドキドキチャレンジのところですね。毎回というか前回は失敗してで犬山さんがちょっと怒ってたっていう。そうなんだよね。くまくまもなぜか逆ギレしてたっていうね。いや怒ってじゃあ犬山さんが僕って言ってたら大声出さないでってなんかめっちゃ怒ってたんでいやマジで声でかかったからね。いやだって過ぎちゃうからしょうがないですよ。それは仕方ないけど、しょうがないんですよ。神田橋降りれましたね。無事チャレンジ成功です。ここマジで降りるのむずいんで本当に。ここ結構魔境ですからね、降りられない人も結構多いっていう話なので、ということでバッチリ神田橋降りれたんですけども、秋葉原に向かって参りましょう。行こう。なんだ行こうって雑なふり終わったかと思ったらまだこれ撮ってんじゃん。行こう。神田明神に到着いたしました。やったぜ。ちょっと階段がね裏参道から入っちゃったんで長い階段があってこれ登るのかと思ったんですけども、言うてそんなっすよ。しんどかったよこれ。横のビル見るとだいたい 3,4 階ぐらいかなって、学校だったら3、4階は普通にありますからね。確かにありますけど、僕は学校でもはぁはぁ言いながら4階まで登ってましたからね。いやこれぐらいは頑張りましょうよいやこれさ撮影僕がやってるんだけど、スマホとなんかジンバルっていうなんかスマホにこうつなぐなんかハイテクなあれこれをつないでやってるんですが、なんかちょっと重たいのよ。
僕ペン以外の重たいもの持てないから。いやまあ正直生きていく上では誤差の重さですよ。生きていく上の誤差の重さだけど、まあ重いよ。いやペットボトルそうね1個分ぐらいかな。そうか。いやだ僕さ起きたら肩今筋肉痛で痛いもん。今僕ボトル持ってるんですけど、飲みかけの半分ちょっと入ってるボトルの重さより軽いと思う多分。あ、これぐらいだわ。そうでしょこれこれぐらいだわ。しかも 500ml のペットボトルね。いやでもこれをもう気遣いながらですよ、見やすいように撮影するとやっぱ肩も痛むわけね。まあちょっと後でマッサージしてもろて。整体行ってね、ちゃんと整体でねやってよ。嫌ですよ。なんでだよ。いやむしろなんで俺車出して運転ここまでやってきたのに逆になんでだよ。マッサージしてくれよ。なんでだよ。俺ずっとここまで運転してきてるんだからなんでだよ。はい、ということでぜいぜいしながら登ってまいりましたが、この後裏から入ったには入ったんですけど、立派な建物がたくさんあったんですよね。そうですね、割となんか思ってたより新しい、なんか最近だったなっていう感じの、すごい綺麗な建物ばかりだったよね。はい、なんかこう歴史がある神社だろうかなと思って、結構古ぼけた感じなのかなと思ったら結構ピカピカでしたね、どこも。観光客を呼んでやろうぜ的な匂いを僕は感じました。ちょっと確かに観光客をこうおもてなしする感が建物から漂ってましたね。テーマパークっていうかね、そんな雰囲気はちょっとありましたね。はい、結構充実していたわけなんですけども、そして裏から入りましたらね、なんと小さい神社もありました。神社って言うんですかね、これ何なんだろうな。見たらね、末広稲荷神社って書いてありましたね。じゃあ神社なんですね、ちゃんと神社ですね。そして何か待ち構えている石像たちがおりますね。犬かと思ったら稲荷ってことは狐なんですかね。そう、これ狐だったんだよね。僕も遠目から見て犬かなって思ったら、ちゃんと狐でした。結構いかつい顔をしております。凛々しいですね。眉毛が結構だいぶ凛々しいな。強そう。ちょっと前のイケメンっていう昔のイケメンの確かに昔流行ったイケメン顔だな。そしてこの反対側にもイケメンがいます。微妙に顔違うんだよな。顔違いますね。凛々しいですね。凛々しいですね。ちょっとアップして撮っていいかな。凛々しいの。そして賽銭箱あったんでくまくまがお賽銭を入れました。はい。特にお参りはしなかったんでちょっともったいないなと思っちゃったんですけど。確かにお賽銭入れただけだったね。お稲荷様のちょっと何かに使っていただければと。撮影させてくれてありがとうっていう感じでね。さあ、神田明神といえば有名なコラボしてるアニメがあるのを知ってるかね、熊谷くん。いや、知ってますよ。おお、はい。なんだね。ラブライブ。それさ、行ってきたから知ってるだけで絶対最初知らなかったでしょ。マジで行く前知ってた？いや、本当にマジで知らなかった。最低。本当に知らなかった。オタクじゃないんだわ、やっぱ。いや。もうそのラブライブのね聖地なので、ラブライブのエマが売っておりまして、エマを購入いたしました。これ嬉しかったな。今お目に書かれてないですけど、ちゃんと飾ってるんですね。飾ってるよ。ちゃんと飾ってるんですね。ラブライブこんなの売ってるんだなと思ってコラボのエマを買いまして、そしてラブライブのねコラボドリンクかなんかフードが売ってて、オタクが群がってたの覚えてる？なんかドリンクのとこですかね。そうですそうです。すごいね、オタクたちが群がってて、こんな混んでんのかと思いました。そうですね、列 S 字みたいになって、結構だいぶ混んでましたね。さあ神田明神の一番メインなところに到着いたしました。はい、でかいですね。でかいね、本当にね。人も平日なのにすごい多かったよ。これそうですね、平日だったのにかかわらず、そう、この量。これだってさ、三が日来たらやばかったんじゃない？いや、結構正味僕もっとガラガラかなと思ったらね、思ってた。びっくりしましたね、正直。すっごい混んでたね。ここら辺がちょっとね、証拠たくましいなってちょっと思いましたね。なんかね、神社っていうよりさっきも話したけど、なんか商業施設とかちょっとこうテーマパーク感強いんだよね。そうですね。ラブライブとかともコラボして、確かにな。しっかりね、若い人にもなんか来てもらおうみたいな、そういうね、工夫というかね、努力というか、みんなに来てもらおうとしてる感がありますよね、そこは。素晴らしいですよ。行きやすいなっていうのはありましたね。はい。謎の恵比寿様にめちゃくちゃ人並んでんだよね、これ恵比寿様であったんですね。多分なんとか福って書いてあるから恵比寿様っぽくない？七福神の中にいたような気はします。見たことはある気がする。けどその方かはちょっと分かんないっていう。分かんない。多分コメント欄で誰かが教えてくれると思う。それかもしくは編集で有能な編集さんがね、違うよってコメントをね、注意書きで補足を入れてくれる気がします。補足頼りなんだよな、基本的に。ちょっと。そしてこんな感じの
商業施設ががっつりありました文化交流館でございます。これちゃんと本当にちゃんとお土産とかね、ちゃんとねなんか海外の方とか向けのちゃんとしたお土産施設でございましたね。すごかったですね。そして屋台を見つけてしまいましたね。僕は屋台大好きマンなので、屋台に近づいていったんですけど、今回はね食べなかったんですよね。でくまくんも何も興味示さんかったじゃん。だって僕甘酒もそんな好きじゃないですし、お汁粉も別にそんなですし和風なね食べ物そんなに好きじゃないもんね。熱燗なんて飲んだら帰れなくなりますからね。そっか、そうですよ。確かにそれはじゃあダメだわ。ダメですよ。さあ中を見ていったところ、なんだこれ、おみくじ縛るところってなんて言うんだろう。引いたおみくじを縛るところでね、ハートのやつがあったんですね。かわいいねこれ。あれこれなんかさ、カップルとかが来たら一緒にここで撮るんじゃないの？いやだから興味なかったんですよ。ざけんねだから興味なかったんですよ。撮れやそして熊谷くんはね、ハートのみくじ縛りのところには何も興味を示さなかったんですが、そうですね。謎の獣の昔のなんか謎の字ですよね。獣って読みますけど、獣のなんか旧漢字ですかね。そして、何か見つけました。なんだここはすごかったですね。これすごかったよねこれ、何がいるのかというと、なんと下手だなとんの。なんで後ろから撮ったんですか？いや違う、なんか見てる家族がいたからおいやめろあそこは編集点だろあれ。思いっきり後ろからでっかくモザイクかけようぜ今のとこ。腕組みおじさんしとったなんか後ろから馬がいたんですね。可愛いですね。あかりちゃんっていうお馬さんらしいですよ。馬もいたし熊もいたすごい今豪華な映像出てる。全モザイクだった思ったよりがっつりくまくんが映ってて笑っちゃったお馬さん可愛かったな。なんか馬っていうかポニーですかね。ポニーでロバじゃないよ、ポニーって書いてあったよ。可愛い。これ微動だにしなかったんですよね。これ無限ずっとここにいたんですよね。この日めちゃくちゃ風が冷たくてすっごい寒かったんだけど悲しい顔してますもんね。寒いからもう動けなかったんだろうな、あかりちゃん。これ悲しい顔してるわ。かわいそうだな。上にね毛布とかかけてあげたいですけどね。そしてあかりちゃんのね、お賽銭をあげるとあかりちゃんの餌代になるとのことで、僕はね馬娘でもやらせていただいてますので、ちゃんとそこはねチャリンチャリンしましたね。お賽銭の方をさせていただきました。僕はあかりちゃんのお守り買わせていただきましたよ。買ってましたね。そしてやはり神社に来たからにはおみくじを引きました。意外と僕おみくじそんな興味ないんですよね実は。そうだったの？いやそうです。結構がっつり引いたけどね今回ね。いや僕一回犬山さんは2個引いてましたけど。僕はそうだね。犬山さんは2個そう。この扇子おみくじと金運のおみくじを僕は引きました。そうですね。僕は金運の方を引かせてもらったんですけど。僕はね両方中吉だったんですけども、熊谷くんは？僕は、大吉でしたね。大金運でしたっけ？いいなそんな？いやいいなそんなかな。ということで、神田明神でお参りなどなどした後は秋葉原観光。今回の目的はスターバースゲットするぞポケモンセンターの当日発売の抽選は外れちゃったわけなので、そうですね。買えないかなって、そんなにね期待はしてなかったんですけども、なんとカードマックスというねカードショップで並ばずにワンボックス買いました。いや良かったですね。これ本当に運がびっくりした。なんかたまたまさ通りかかってちょっと入ろうよって言って入ったらさ、レジのところにワンボックス買えますって書いてあって誰も並んでなかったよね。そうですね、あそこ意外と本当にびっくり。マジでびっくりした。穴場でしたね。ねえ、かなり穴場で嬉しかったですが、ただその後犬山さんがもうそれに味を占めて、全部のカードショップ回ろうってあそこちゃうみたいな、この通りちゃうみたいなやってもう全部に入ろうとしながら、いやそこいやもうそんなに売ってないんでみたいな。いやだってなんかさ1個買えるとさもっと買えないかなみたいな欲が出てくるじゃないですか。それはそうなんだけど基本マジで運が良かっただけなんでそうね、あそこに関しては本当にラッキーなだけだったんですけども、でカードマックスの近くになんかガチャガチャショップみたいなのがあって、そこにねワンパチのね入ってるガチャがあったの。よく見つけましたね、ピンポイントで。いやそう手前の方に出てたんですよ。新発売だったみたいで、でワンパチと思って、でワンパチとゼニガメが出てね2発でツモしましたよ。
2回で引いてましたね。そうなの。なんかもうちょっとお金かかるかなと思ってたんですけども、僕はもうちょっとお金かかれって思ってましたけど。なんでだよ、最低。ひどい。僕たちが大好きなポケカ専門店ハレルヤ2さん、はい、お邪魔してきました。お邪魔しました。なんと奇跡的に店内撮影するっていうマジかって思いましたけど。そう、鳥店長さんにね、撮影っていいんですかって言ったらいいよーんって言われましたので、撮影させていただきました。そんな簡単に撮影してもらえるんだっていうね。アセロラ、うわー、値段高え。いやー、これね、僕欲しいんすよね、くまアセロラ。くまが欲しがってるやつ。そうなんですよね。可愛いよね、アセロラね。あと手に入んないっすよ。まあ、こんな感じでね、カードショップこうお値段が展示されております。でね、オリパ10万円をね、以前ハレツーさんでは買わせていただきましたね。そうですね、はい、あれもかなり中身良かったよね。いや、あれは15万以上2人ともしてたんで、ね、すごいアドでしたね。まあ、あれもぜひね、生放送ありますんで皆さん見てくださいね、で、ハレツーさんはね、スターバースが10パックお一人様買えますよっていうことだったんで、そちらも買わせていただきました。そうですね。でもやっぱハレルヤ2さんはすごい人がやっぱポケモンカードショップの中でも多いなっていうのは多かったね。やっぱ栄えてるっていうのも人気店なんだなっていうのもまあ当然そうなんだろうけど、思いましたね。まあなんかいろんなカードショップ今回行ったけど、その中でもやっぱハレツーは賑わってるなっていう感じはありましたね。そうですね。あとまあ新しいのもあってやっぱ店内がすごい綺麗。そう。でもハレツーはね、パソコンで検索して購入できるのが画期的ですね。皆さん買ってました？そう、チェレンの気配りの SR 買っちゃいました。買ってましたね。あと、はい、ビート君がないって言って投げてましたけど。そう、ビート君の SR はね、前回1枚買わせてもらったんだけど、今回ちょっと売り切れておりました。まあ他で買うしかないですね。まあそうですね。まあ最近くまくまはね、デッキも組んでガチで対戦してるので、鳥店長とのお話も盛り上がってましたね。犬山さんはその話についてこれずにそっと離れてカード検索してましたけど。僕はもうカード買う方に切り替えてましたね、どっか気づけばどっか僕と鳥店長さんの2人だけの会話になってました。そう。はい。まあくまくまなんか話したそうだったから任せとこうと思ってね。いや、僕はそうですね、久しぶりにお会いさせていただいたんでね、ウキウキでしたね。はい、ちょっとね。そして初めてハレツーに行った時に壁にサインもさせていただきました、有名人のサインめちゃくちゃいっぱいありますよ。赤坂赤先生とかね、書いていただいておりましたけども、なんか映っちゃいけない名前の人もいる。やばい。そうなの？別にいいんじゃない？有名人の名前がたくさんありますけども、あれ、熊谷くんはこれサインしたんですか？いや、僕は2回目行ったけど特にサインもせがばれなかったんで、そのままスッと自分で鉛筆で書こうかなと思いましたけど消せるようにね。万が一のために消せるようにね。なるほどね。鳥店長も書いてますね、サインね。自分のお店に書いてる有名人ですからね、鳥店もね。そして秋葉原といえばゲームセンターがたくさんあるので、今回ゲームセンターにもやってまいりました。まあ熊谷くんがこれやってるんですけど、元はといえばね、セガのなんかこう手前のポスター、大きなポスターに二次三次のポスターが貼ってあったんですよ。で、二次三次とコラボしてるんだったらそれやりたいなって思って入ったら、店員さんに聞いたらちょっと明日からですって言われまして、でファンなんですね、明日来てくださいねって言われて、なんかっていう気まずい思いをしながらくまくまはこれやってましたね。僕はその横でずっとライスシャワー、このね見た通りライスシャワーカスカスって無限にかすってるっていう状態、これ丸いから取れんってこれは取れん。これマジで取りづらい。店員さんもこれちょっと意地悪ですねって言ってたから、これは丸いから仕方ないねみたいな反応でしたね。ここ本当にねかすってどうやって撮んのってマジでずっと全然撮れないじゃん。そう、なんとしても来週はこれ撮らなあかんなって思ったんですけど、これ可愛いもんね。いや、これめっちゃ可愛かったですね。ぬいぐるみの中でもトップを争うんじゃないかって僕の中では話題になってます。これ結果的にはゲットできてましたけど、どこに飾ったの？これね、物干し竿のとこにちょっと干されてます。なんで？濡れたわけじゃないだろうに。どこに置こうかなって。じゃあ今検討中なんですね。今検討中です。今干しライスシャワーになってます。はい。そしてね、店員さんにいい感じに動かしていただきまして、いやこれだけギリギリ攻めたら取れるでしょと思うんですけどもかすったら取れるんですよね、これ。そうなんですよね。かすったら取れるんですけど、なんかね、なんか取れないんですよね。そうですね。なんでだろうなって。もうこれだってさっきの僕が取った位置からもうワープして後ろにゴルシとかね、メジロバックインを重ねに重ねてそう置いてもらってますからね。いろいろこう台にしてね、ライスが手前に来るようにゴルシ行けって言ってゴルシをね後ろに置いていたんですけど、なんかね、そうここポンコツムーブ、取れました。よかった、取
れいやて。マジでよかったこれ。店員さんもだいぶヒヤヒヤしてたよね。そう取れるのかなみたいになってましたねそうです。よね。夕ご飯はなんと秋葉原の牛カツ123に突撃しました。はい。ここね一回行ったことあったんですけども、なんかすごい人気店なんですよ。そうなんですよ。僕が行ってる時はまあコロナの影響もあって、そう待ちなしでね入ってたんですけど。そう一回行ったことあるんだけど、その時はねご時世的にはだいぶ空いてたんですが、今回もね平日の17時っていう時間帯だったからか運よく空いておりましたね。そうですね。すぐ入れましたね。マジでめちゃくちゃ並ばないと入れないっていう有名な店なんですよ。そうなんですね。くまくまがなんか2枚乗せと3枚乗せみたいなのあったんですけど、なんか前回何枚だっけって言われて、いや多分3枚じゃないかなって言ったら、明らかに来た量が前回2枚だったわっていう量だったね。戦々恐々しました食えるかこれってものすっごい量来てたから食えたかっていう。いや僕のやつこれが1枚ですね。でも前回はくまくまおそらく2枚だった。そう俺はそう2枚でしたね。ただ今回は3枚乗せということですね。はいすごい量だね。いやこれはちょっとねやばいっす。これはさすがに俺もどうしようって思いましたよマジで。まあでもくまくまいっぱい食べる方ではあるけど、これはさすがにそれでもさすがにちょっとねおののきましたね。でもちゃんと全部完食しておりましたね。ちゃんと食べました。残して悪いと思う全部食べました。ということで今回は秋葉原観光神田明神にちょっと遅い初詣に行ってまいりました。はーい。まあほぼほぼポケカではしゃいでただけでしたけどねこの日。まあそうなんですけど、なんかね俺ちょっと最近っていうかさっきなんですけどまさにちょっと思ったんですけど、何？俺この動画撮ってるじゃないですか。はい。動画撮って声も当ててでなんなら車も出してんのに、俺今気づいたんだけどさ、これって俺にお金入ってこないよね。なんかねシステム的にいやなんか入ってます？なんか入ってる？いやまあそうだね。まあでも僕と遊びに行けるっていう素晴らしい恩恵を受けてるなって。いやいや完全に今これマジでボランティアで声当ててたんだっていう。いやでも一緒に友達と遊びに行ってそれが映像になってるってだけだから。いやだってね普通ね動画にならないからね。いや別に僕としては別に動画にしなくていいんですよ正味。いやね、せっかく楽しい時間をみんなに提供したいよね。そう僕としては意外となんだろうこのね動画で上げてますけど稲葉さんはね、僕としては別に僕のチャンネルで上がるわけでもないし。いやまあ熊谷君のところに上がるよりはね僕のとこ上げた方がみんな見てくれるからね。だったら別に俺なんで撮ってんだろうっていうそういう疑問をちょっと今抱いてるけど。牛カツおごったじゃん。高速代出したじゃん運転したじゃん。駐車場代出したじゃん。高速俺出して車運転してるのにポケカもワンボックス買ってあげたじゃん。あれ半分こだったじゃないですか。半分こしてたわ。半分なんか稲田さんパック持ってたけどじゃあ次回どこ行きますか？スカイツリー行きたいですね僕は。まあ空町行きたいかな。いやこれどうやったら俺に金入るのかちょっと。いや楽しみだな。そのシステムをしっかりと構築したいです。次回どうやったらお金が入るかちょっと考えたいですね。いや先にそれ考えてからにちょっと。いいじゃん僕と一緒に遊びに行けるという思い出じゃないですか。いやちょっと割に合わんわそれ。合ってんだよな。いいでしょうが。じゃあ次回スカイツリーね。マジでポケモンセンターあるよ。じゃあ何かしらでアフィリエイトかなんかでなんか俺に入るアフィレなんか俺のとこに入ってくるようなそういうシステム構築誰かしてほしいんだけど俺なんとかこれから俺にマネーをちょっと回せないか俺の方にこの収益をどう。まあご飯ごちそうするよ。納得できるわ。ちょっと次回お楽しみに。いやちょっと次回までにはちょっと感想や言ってほしいところコメントで教えてね。またね。いやちょっとなんとかします。次回までになんとかするんで。